こんにちは。リアンです。お元気ですか？いつも見ていただいてありがとうございます。これがこの間作った浴衣のアロハ、すっごい着心地よくってもうヘビロテできてます。今回はまた今日もね浴衣、これはね多分男物の浴衣やと思うねんけど、浴衣をバツッと切ってほとんどほどかずにほどくとこはほどくけどほどかなくていいところはほどかずに2ピース作ってみたいと思います。まずはブラウス、その次はスカートを作ります。で多分これ盆踊りかなんかでお揃いかなんかで作った浴衣なのかな。こう波のマークが素敵で、裾と上に模様が入ってるんです。でこれをもうそのまま活かしたいから、柄合わせとか苦手やから、もうここでバツッと切ってスカート、バツッと切った上をブラウスって感じに仕立てたいと思います。このブラウスのアイデアはなのちゃんからいただきました。ありがとうございます。もう何でもみんな作れる思ってるやろ言うたらこんなん作ってって言われてちょって思ったんだけど、やってみます。うまいことできたらチャンネル登録の方お願いいたします。下のベルマークを押していただくと新しい動画をアップするたびにお知らせが届く模様です。いつも励みになりますのでよろしくお願いします。そしたら早速やっていきましょう。私は男物の浴衣を使います。悩んだんですよ、女物とどうしようかなと思って。でも今日はこの柄を使いたかったから男物で、女物の浴衣と男物の浴衣が違うところは打ち上げがあるかないか。女の人はおはしょり取るから、ここの脇のとこ1枚なんですよね。で男の人はつい丈できるから、ここで打ち上げ取って自分の丈に合わせてるの。そこの打ち上げ縫うてあるとこだけ私は先にほどきたいと思います。皆さんは襟のとこと袖外してくれたらいいだけです。じゃあ早速襟外して袖取っていきましょう。下準備をします。浴衣の袖と襟を外します。上の部分62センチ以上あれば OK とありますが、私は64センチカットしました。下は97センチ以上でロングスカート OK とかなってますけど、別になくても大丈夫ですここら辺62から65のあたりでカットします。上はブラウスになります。下はスカートになります。私ね、かけ張りなくしてん、キュッていつも引っ張ってるやつまた買わなあかん。そやからちょっと襟から外していくね。男物はね、ここにね打ち上げがあるね。でさっきどうなってるかちょっとほどいてみた解体してみてね。ここね、こうやって分厚くなってるでしょ。ここが、これが打ち上げ。切らずにこう畳んであるだけやから、ここをほどいたら、襟取ってここほどいたらおそらく女物着物と同じ状態になると思います。そやからまずここの襟、見える？襟、ここの襟な、ここの襟な、ここ襟な。で袖外します。必要なのははじきルーペ、チャリン、チョキチョキバサミ。じゃ取っていく。もうここのキュッて引っ張るやつなくしてしまったからちょっと不便。作る？って具合で外していきます。ほな、これ真っ白で大きくて分かんないかもしれないけど、袖取りました。ここ袖がありましたよ。袖取りました。でここ襟取りました。襟取って、それでこれがおくみです。下から上がってくるおくみ。おくみもちょっとほどけちゃったからほどきました。これはブラウスには使わないのでこういう感じになります。で襟に入ってたところをまっすぐ伸ばすとこういう長方形になります。でここ肩のとこね、切れてるところなります。だからこっから上をブラウスにする。こっから下をスカートにしたいと思います。もうこのままバッツリ切っちゃいます。で上はブラウス62センチ以上あれば大丈夫なのでちょっと測ってみますね。で下はスカート97センチ以上あればいい、ね、でこれ62センチあればいいから、まあここの線で67センチで、スカートもうね浴衣長いからね160ぐらいあるからね。だからこれ半分に折って、これな、こっち裾な、こっからここが77、ここ77、97センチでロングスカートになるんだけど、
155引くカード91センチちょっとこっから91センチいけるな、いける64がここの線で切っちゃう打ち上げのみんなないと思うけど、上から64センチのところで切ります。ぴっちり着物畳む時みたいにぴっちり畳む。上もちゃんとこうね、片割れ線っていうかどうか知らんけど、いつも肩のとこ割れてる線64ぴっちり切っちゃう。64ここね。でここいろいろとシワシワを中から伸ばして、奥身とかあったからね、まっすぐにしてよし切るで、これでいいか。でここね、こうで60ローリングカッターの刃変えたとこやからスパンって切れると思うわ。ここ64のところをグッと押さえていきますよ。いくで、出版気持ちいいね、切れたね。じゃあこれでブラウス作ります。こっちはスカートになるからちょっと畳んどく。カットだけしとく。まあとりあえず畳んどこうか、ややこしになるからな。スカートはスカートの時にカットしましょう。落ちた。ちゃんと畳んどくね。スカートはねちょっとでも長い取りあった方がいいから、この奥身も使おうと思ってる。だからちょっとしつけでね、後でつけとこうかな。よいしょよいしょ。はい、じゃあね、ここバッスリ切ったよ。64センチ切ったね。そしたら横幅をうんと広く取りたいので、ここをほどきます。ほどいとるやんけって。まあなんで全部いっぺんにほどけへんかったかっていうと、柄合わせしてあるから、この柄がね、まあええから全部ほどくと大変やから、要所要所ほどかなあかん時だけほどくってめっちゃ言い訳してる。じゃあここの脇ほどくよ。すぐほどけるからね。よいしょ。すぐほどけてない。ほどけた。見て見て。そしたらここね、これ入ってるんですよ。ちょっと内側に。これが身幅っていうの。これほどいて反物幅にしちゃって。で古いやつは糸弱くなってるからミシンかけ直した方がいいかもしれん。上からほどかずにこのままね、背中心、今の話を。今切ってるところは脇のところにほどいてた。なんか私自分の動画を見てて他の人のと気づいたんですけど、汚い、散らかりすぎ、ここらへん。他の人はもう何にもなくすっきりしてるのに、私はなんかぐちゃぐちゃしてるからすっきり心がけるわいつまで続くか分かれへんけど。そしたらここのところも全部アイロンかけて平らにします。でアイロン全部かけてこっちもほどいて平らにします。そしたらほどけたんで、ほれアイロン当ててシワ伸ばして糸取ってちょっと綺麗にするね。全部ほどくと大変やから、もういるとこだけほどいて、で使えるところはそのまま使いたいと思います。でね、最初絞りの浴衣にしても涼しくていいなとか思ったんで、絞りの浴衣もおすすめです。今回ちょっとこの浴衣の模様が面白かったので、これでちょっと遊んでみたいなと、自分が着て歩くんやったらこっちかなと思ってちょっと初めの方にしてみました。もう面の浴衣やからガンガンスチームかけて、ほんで伸びてから糸取る。糸その都度取ってると大変やから、シャーンこうやって取ると取りやすい。表からで取れへんかったら裏からでこうトゥルトゥルっと取ると、ほれ白やから分からへんね、取れるんですよ。こんな風にして全部平らに綺麗にやっていきましょう。アイロンかけたよって言ってもここかかってないアイロンかけました。糸くずも必要数取りました。それでここがほら前ね、前のところで、ここ肩割れてるところ長方形になりました。じゃあここで用意するものをやっと説明します。涼しいブラウスを作ります。用意するもの118センチ 118センチ ×71 センチの布1枚。先ほどの浴衣をほどいた場合はここの前を1センチの縫い代で縫い合わせておきます。あと型紙をダウンロードして用意しておいてください。前カーブ、後ろカーブ、首カーブ型紙です。
バイアステープは市販のものでも何でも OK です。テンプレート、型紙のことですね。は縫い代込みです。LINE でお友達登録をしていただきましたら、Google ドライブよりダウンロードしていただけます。テンプレート、型紙ね。テンプレートがなくても簡単な数字を入れておきますので、参考にしていただけたらと思います。縫い代は入ってないので付け足してください。はい、ということで、まず下ごしらえの説明します。この上のカットしたやつ、これを後ろ接中心だけ今つながってる状態ね、ここね。でこれを中表にして、ここの前開いてたでしょ、着物やから。ここ1枚の四角い布みたいにしたいんですよ。だからここを1センチの縫い代で中表にして縫い合わせてアイロンかけておいてください。この時に柄合うか合わへんかはなんとなく合うような気がする。あんま細かいことは気にせえへん。中表でこの前のところ中心縫って大きな四角い布にしておいてください。その次に用意していただくものが型紙で、これ必要な方は私のビジネス LINE からダウンロードできるようになっています。 LINE 登録していただくには、この動画のタイトルの下をクリックしていただくとペロペロペロっと概要欄が出てきます。そこで LINE の登録はこちらっていうところを押していただきますと、私の LINE と登録できるご案内の QR コードが出ます。 QR コード読みにくい方はご自分の LINE の検索のところで一貫バリリアンと入れていただくと出てきますので、お友達登録してください。そうするとご案内が出ます。で CP とカタカナで3文字だけ入れていただくと私の型紙がダウンロードできるフォルダをご案内できるようになっています。その中から動画のタイトルの後ろにある数字、だいたい日付になってます。202207なんちゃら、それを目印にしてこの型紙を見つけてダウンロードしてください。別にダウンロードしなくてもそのままプリントできたらそのままやっちゃったら簡単かもしれないです。 LINE 登録の仕方と詳しいご説明の動画もありますので、タイトルの下同じようにリンク貼っておきますので、よかったらそちらもご覧ください。あとバイアステープ、市販のもの自分で作っていただいてもいいですし、市販のバイアス使っていただいてもいいです。前は作ってたんですけど最近めんどくさいので、市販のバイアスを適量襟元で使うので使います。以上かなって感じで用意していきます。ではさっきのやつ上中表で前中心縫っといてもらって、それで型紙を用意していきます。で型紙はこの丸印と丸印合わせていただいて、窓とかガラスの透けやすいところで、ほらこれ散らかってるからあかんね。いいか、このようにこの丸印と丸印をガラスとか窓辺の透けやすいところでこう透けて合わせていただいて、セロテープで留めてカッターやハサミで切っておいてください。それが後で目印となるカーブのラインとなります。では用意お願いします。うまいことできたらええんやけど、一応まだいつもの通り計画しかやってないからね、行き当たりばったりやからね。よいしょよいしょ、うまいこといきますように。アルファの時はちゃんと段取りよくやったけどね。でこれ襟カーブ、襟ちゃんと線描いとこうか。ちょっとこれだけじゃ分かりにくいよね。直しときましょうか。私だけ分かるの。ここいるよね、やっぱこうなってね。線一本ピューって引いてあるだけだと誰も分かれへんよね。私は分かるんやけど。なんとなく型紙用意できました。はい。そしたらいつも見てもらってる人、また今日も説明するね、初めての人のためにね。縫い代1センチで縫い合わせます。私はだいたい待ち針使わずに引っ張って縫っていきます。で、縫い代も印つけません。なんでかっていうと、ミシンに印をつけてあるから。ミシンの針のとこから定規で1センチ測ったところにマジックで印をつけてあります。マジックで印つけるの嫌やったらマスキングテープとか貼っといてもらって、1センチのところ2センチのところとか印つけとくと便利です。あとミシンの押さえの幅、自分のミシンの押さえの幅がだいたい何ミリあるか測って、私は5ミリです。だからその幅を5ミリの縫い代の時はミシンの押さえの幅を見て、で1センチの時にはここのマジック、私はミシン業務用なので
目盛りついてるんですけど、ない人はここに1センチ2センチって印つけといて、それで布をこうやって合わして、ずーっとここに合わして縫っていくと1センチの縫い代で縫えるっちゅうわけです。ほな縫っていくよ。あと返し縫いやって、縫えました。そうしたらこれアイロンで割っときます。それで古い浴衣をお使いの人は背中芯ほどいてなくてくっついたままだと思います。そちらも一度上からミシン走っといてください。古い糸は裂けやすくなってて、着てる写真にパカって背中開いたりするの怖かったら、新しく1本上からかけといていただくと安心かと思います。じゃあアイロンかけて、割るとあれやから倒しとこうか。どっちかに倒しときましょう。どっちかに倒しときましょうね、そうすると綺麗やからね。小さい作りました。これの動画もありますんで、ここら辺つけとこうかな。よかったら見てください。で、このアイロンはスチームの出るアイロンです。ご質問の多いアイロンのこと、ローリングカッターのこと、いろいろ使ってる道具、Amazon にリンク貼ってあるのがあります。動画のタイトルの下クリックしていただくと、同じようにティロロって出てきて、そこにこう使っているこういうお裁縫道具のリンク貼ってますので、よかったらご覧ください。本当にね、質問多くてありがとうございます。同じ赤いアイロン使いたいとか、お母様の母の日のプレゼントに同じ道具をお送りしたいとかいうコメントいただいて嬉しいですね。私とお揃いのプレゼントいただいたお母さん、よかったですね。なんて親孝行ちゃんなんでしょう。なんとなく柄雰囲気合うてないけど合うてるような気もするね。これで下準備できました。今日はね、めっちゃ簡単やん。じゃあやっていきましょう。そしたら背中芯は縫えたまんまで、前も縫ったよ。ね、ここ前縫い合わせて、今大きな四角い布になってます。で、ちょっと作業しにくいから縦半分に折りますね。ここ首割れてるとこね。そしたらまず図でさっきの説明では作っていきましょう。図のようにカーブを写します。前カーブをここ、後ろカーブをこのように写してください。10センチと13センチのカーブです。後ろはこっから54センチのところで10センチと13センチのカーブをつけてください。そのカーブになだらかにつながるように、そこの端から10センチ、ここ13センチでカーブで、こんな感じにカーブをつけといてください。の説明のようにカットしていきます。まっすぐね、縦に折るね、仕事しやすいように。で、私の浴衣用意してたやつ、前にしようと思ってたとこは結構シミあるので、後ろにしちゃう。縫ってみたら後ろも前も同じような柄やったから。だから、塩梅のようにしてやっていきたいと思います。で、背中心で合わしたところを、首のここ割れてるところ、ここが真ん中やから、ここを基準にピッと畳んでやね、まっすぐにするよ。で、横幅は反物2枚の幅 35.5 やから、2枚で71センチあります。だからいっぱいいっぱい使いたい人は縫い代ちょっと大きいのを作りたい人は縫い代5ミリとかにしてちょっと広げると、もうそれで1センチ大きくなって、前後2センチ大きくなるから。で、逆に私は華奢なのよっていう人は、ここの真ん中の縫い合わせを 1.5 とか 2センチとかにしたらちょっと肩狭くなるからっていう感じで自分で加減してください。あんまり大きいのは作れないね。普通サイズぐらいかな。で、大きくしたい人はここに奥身縫い付けて、柄ちょっとどうなるか分からへんけど、思い切って全然違う色つけたらちょっとデザインで面白いかもね。ここの切れてるとこから54センチ、ここ切りました。皆さん型紙用意できてます？じゃーん。まずこっちが短い方が前カーブ、前裾カーブ、これね、襟カーブは後で使う。前裾カーブ、これ外向きになってるから、こっち外向きね。外向きやからこういう感じで合わせてください。分かれへん。同じ白に白やったら分からへんな。こ
ここの端っこと端っこ合わして、でここカーブを切ったら出来上がりよ。別にいいんですよ。このカーブに合わせて切る。縫い代込みやからまあまあ切って OK です。はい、前カーブできました。そしたらさ、2枚合わしてるからね、2枚カーブできてるでしょ。次後ろカーブ切りましょう。もう今日ほんまめっちゃ簡単やね。もうチュニックコモンでチュニックに続くぐらいあれより簡単かもしれない。コモンにチュニックって人気の簡単なチュニックがあるんですけど、それより簡単かもしれない。でも襟がちょっとバイアスで始末するからあれかな。これ後ろカーブ、セロテープで貼りました。でここの平らなところと平らなところを合わして、端っことと端っこ合わして、でここを切る。後ろカーブ、この辺からかな。じゃ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 ーん。よし、切れました。以上やな。何が以上やよね。そしてこのカーブを切った布の周りを三つ折りで始末します。はい、じゃあ三つ折りでぐるーって縫っていくんやけど、ここのカーブのところだけに形つけといた方がやりやすいからやっていこうと思います。使うのはさっき使った型紙ちゃんでちょっとアイロンかけていきましょう。でカーブを合わせてこう折ってるでしょ。こう縫い代が1センチ2センチ言ってたけど1センチにしましょう。あんまりバチッと折りにくいからね。縫い代1センチに変更で1センチぐらい、だいたい目分量でいいです。1センチぐらいずらしたらこれでアイロンかけていきましょう。ちゃんと中向けてね。中にこのカーブに合わせてこうやってアイロンかけていくと絶対ミシンやりよいと思う。ちょっとこのダブルカーブのとこ難しそうやね。ちょっとここめんどくさいけど絶対この方が綺麗に楽ちんでいくと思う。でこうシワシワになっていいからね、裏で見えへんから。でカーブ折り込めたらよし、ね、でちょっと表から見てみよう。わりかし綺麗にいけてるね。でこれをよいしょ三つ折りにするのさ。だからこうなってるの中に半分入れ込んでアイロン、ここも半分入れ込んでアイロン。カーブでシワになってダーツになってるところはそのまま入れ込んでアイロンで、ここも入れ込んでアイロン。ちょっとずつちょっとずつね。で三つ折り直線のところをツーツーツーっていつもやるんだけど、もうここまでアイロンかけたらついでにアイロンかけちゃってもいいかもね。でこうやってぐるっと三つ折りにアイロンかけてからミシンかけたら綺麗にいくと思います。かけやすいしね。こんな感じで端っこミシンかけていきます。はい、裾のとこ縫っていきます。三つ折りするときにだいたい5ミリ5ミリで折ってこうやってツーツーってやっていただくと綺麗にまっすぐというか折れます。カーブはさっきのアイロンかけたところをね、丁寧にゆっくり縫っていくよ、端っこミシンでね。でシワ寄ってるとことかはみ出てるところは中に入れ込んで、ってな感じで縫っていくよ。裾の得体を三つ折りにしてちゃんとカーブも縫えました。そしたら今度ね、襟と肩とやりますよ。そしたらこれ中表に畳み直します。で今の始末したものを肩の首のところを中心に2つに折ります。型紙の首のラインを引きカットします。テンプレート型紙ね。ここに型紙を乗っけてカットします。詳しくは動画をご覧ください。肩下がりは首周りから3センチ開けたところに点をして、端っこから10センチ降りたところに点をして斜めで結んだところです。1センチの縫い代を取って肩下がりをカットします。ミシンで縫います。端の始末も忘れないでくださいね。
よいしょ、中表に畳んで、ここの割れてるところね、ぴったりね合わして、でもう半分に折りますよ。よいしょ。さあここ背中心前中心ね。で後ろも前もカーブ一緒です。一緒。それで襟のカーブを切っちゃいましょう。でシワあると歪んじゃうから、シワちゃんと伸ばしてピッとシワ伸ばして、型紙線入れとくね。中心線で線入れといて、真ん中で折って、それでここの縫い合わせてる縫い代のところに合わせる。でずるずるっと下がってきて、肩ここね。でここ切ったら、よいしょ、前。それでここが襟で、こっから3センチ開けて10センチ下がったところにライン引いて、そこが縫い代になって肩になるね。なんかまたももちゃん呼んでるんやけど、ピューン、ちょっと行ってくるね。なに、水入ってるやろ。うんちんか。はい、お利口ちゃん。あ、切るの忘れた。ただいま。お世話してきました。はい、じゃあね、また水で消せる点。これでここの襟から3センチのところに印つけます。ここやね、ここだいたいここらへんで、上から10センチのところに印をつけます。ここでこれを斜めに結んだ線が肩のラインになります。ここの印からここの10センチ、ここのラインね、ここのラインが肩のラインね。でここに1センチ縫い代つけて切っちゃうよ。追記、ここの肩のカーブなんですが、襟のとこから3センチで斜めにカットしたんですけど、このままだとここが来た時に盛り上がってしまいました。だから襟のとこから3センチのこう10センチ下がって折りるっていう、ここですね、ここが盛り上がってしまいました。なので皆さんが作られるところはなだらかなカーブをつけたらいいと思います。私カックンって縫っちゃったので、ここがとんがっちゃいました。こういうちっちゃいカッティングボードも線引いたじゃない。で自分動くの嫌な時はカッティングボードに動いてもらう。でこれずれたら嫌なところをよいしょ、待ち針しとくね。こっちも適当にずれたら嫌なところを待ち針しとくね。で襟切ろうか。襟いきます。はい、切れました。襟できました。次肩、先の後ろ取ったところね、肩いきます。はい、できました。はい、こういう感じになりました。ほんならここ肩1センチの縫い代で縫ってジグザグミシンかけてアイロンしてください。こっちも同じくです。で襟のところはバイアスするから、それは一緒にやろうか。はい、じゃあそこまでやっていきましょう。はい、肩縫っていきましょう。どうぞ。そしたら1センチの縫い代で縫ったらジグザグミシンでアイロン。私は4本6でいっぺんに縫っちゃいます。ロックミシンの時ね、待ち針危ないんよ。バーンって切れるから外しとこう。はい、縫えました。はい、じゃあね、こまめなアイロンは綺麗にできる秘訣やからね。肩縫えたからアイロン当てとこう。どっち肩後ろに倒すか。後ろに倒します。よいしょ。
どうやろう、肩きれいにできてるかな。ここつながって輪になってるんやけど、なんかめっちゃいい加減どうやあ、いいと思ういいと思います。なんかちょっとブラウスの辺で見えてきたよ。今さ、ちょっと郵便出しに行くのに、郵便局行く途中に近所の友達に会って、3COINS のこのエアスルでシュルシュルって巻くヘアアイロンがすごくいいと売ってたよって言うから欲しくなって自転車かっ飛ばして買ってきました最後の1台ゲットです。なんでもどこ巻くねんちゅうねんないや、それ置いといて仕上げましょうよいしょ。首の周りをバイアス始末します。バイアスは市販のものでも友布でも構いません。詳しくは動画をご覧ください。仕上げましょう。そしたら襟ね、首周り始末していきます。今回バイアスで始末します。で、これは何ミリよ、バイアステープテトロン両折り幅 12.7 って書いてありますね。で、これつけていきます。で、だいたい首の後ろからつけていくから、こっちが後ろこう丸くなってるでしょ。つけていきます。とこう四つ折りになってるんですよ。こうね。で、これをここの襟元に沿わしてつけていく。ちょっとコツとしてはここピーッと引っ張っておくと軽くシューッとね、軽く首に沿わす方をシューッとやっておくとカーブつけやすいかなと思うで、ここの表外ね、外表にしてバイアスを沿わす。本当やったら生地に近い色を使うんですけど、今日家にあったのがこれ色しかなかったからこれたまにやる気と元気のある時はこう大島紬を斜めにバイアスカットしてやったりもします。それはすごいかっこいいね。で、こう沿わしていく。バイアステープって引っ張ったらちょっと伸びるので、ちょっと引っ張りながらカーブ沿わしていくといいですね。これで細かくぐるっと打っていく。逆針打つのこっちで、ミシンこうかけるからこっちどっちがいいこっち向きでやったらこっち向きで最後までしろよ。ツッコミ入りそうやけど気にしないここちょっとほどけてるからこうちょっとくっつけといてね。切ってあるからね、息なしね。ほどけるわね。気になる人は抜いてください。手でチュチュッと。私はバイアスで一緒に縫い付けちゃうからいいかな。で、ちょっとこれやる前に頭入れてみてね。頭はちょっと自重大きいかもっていう人はちょっと広くした方がいいかもしれない。なんかさ、浴衣やりだしたら面白いからあれもしようこれもしようとか思ったらあっちゅう間に夏終わっちまうやん。ネタがさどんどんできるんですけど、8月過ぎたらもう浴衣って気分じゃないじゃん。去年はやったけどちょっと気分じゃなかったかなとか思って、端っこまで来たらちょっと2センチぐらい多いめにカットします。まあ8ミリから1センチぐらい折り込んだ上にこの端を乗っける。そうするとひっくり返した時に綺麗なんですよ。切りっぱのところがなくて。もう歪んでる方はバイバイせなあかんね。これでぐるっと一周できました。そしたらミシンをゆっくりここからこの折り目に沿ってゆっくりかけていきます。縫えました。はい、ぐるっと縫えました。そしたらこれをひっくり返すんだけど、ハサミでちっちゃくチョキ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 と切り目を入れていくとカーブが綺麗に返せます。じゃあちょっとチョキチョキやっていく。この時に糸切らないように気をつけてね。はい、切り目入りました。じゃあ今度ね、ひっくり返して裏側から見るよ。はい、裏です。裏です。こうね、縫えてるですよね。これ縫えてるですよね。これをここの縫い目をくるっとこうやってあげる。お外こうなってる。これをこの折り目からこうパタッとこっちに倒してあげる。で細かく待ち針で留めていく。
簡単やね、市販のやつ使うと。よいしょ。ここの端っこは広げて、ここを広げて下のを一緒に畳んであげて倒すと、ほら綺麗、ほら綺麗ね。でもちょっとしわ寄ってるとこバイアス伸びるから引っ張って、ここ腕をこう引っ張って細かく待ち針打ってあげる。そうするとしわにならないはず。はい、待ち針できました。そうしたらここを端ミシン 1,2 ミリの端をゆっくり縫っていきます。ちょっと引っ張りながらやると綺麗にいくよ。またさっきの重なってるとこから縫い始めようか。重なってるところはどこですか。重なっているところはここですね。よいしょ。引っ張りながら縫うのがコツよ。首のここのところがカーブきついからバイアス引っ張って下の生地のシワ伸ばして縫いましょう。はい、縫えたよ。ほら綺麗。バイアス綺麗ね。ほらほら、余計ないと切って首できました。そしたらいよいよあっちゅう間に仕上がるよ。もういよいよ出来上がりですよ。図のように畳んでください。間違えないように外表ですよ。平らに開けた時に下から後ろ身ごろが見えてきます。後ろ身ごろが見えた点を支点としてまっすぐ上に20センチ縫います。こちらもまっすぐ上に20センチ縫って返し縫いしっかりしといてください。これで出来上がりです。やってみましょう。よしよし。また中表にしてしまった。間違った。間に合わない。これ外からミシンかけなあかんかったんや。うわー、やってもうた。じゃあ表からにチェンジ。よし、もとい。皆さん表から印をつけますよ。こうパーッと2つでね、肩のところで折ってくださいね。このピラピラが可愛いんやがな。こう肩のところでちゃんと折る。これ斜め肩のところに模様入って可愛いやん。なんでこうまっすぐ持ってきたこれ下の白いなんか後ろ身ごろからできる。なんでここに糸ついてるんでしょうね。なんでここに糸ついてるんでしょうね。そしたらぴっちり畳んだらぴっちりね、しわないようにね、ずれてないようにね、ここの下が見えてるところ、さっきも言うたな。ここからまっすぐ上に20センチ印つける。チューチューな。こっちもこの下が後ろ身ごろが出てるところからまっすぐ上に20センチ印つける。よし。そしたらここをミシンで縫います。はい、できました。最後のラストの一番簡単なところでヘマしてしまいましたが、外から縫います。でここがピロピロになります。コメントでね、いつもすぐ着ちゃうけどちょっと平らに置いたところで出ないのが見てみたいっていうリクエストをいただきましたので置いてみました。分からへんね。ここがピラピラってなってて、ここから手が出ます。でここがピラピラと。でこういう感じで後ろが長いです。で肩のところ、片方の肩のところに模様が入ってます。後ろもこんな感じでちょっとかっこいいと思います。はい、ブラウス着てみました。かわいい。後ろちょっと長めで前ちょっと短めで、ここがフリフリになってる。でここがちょっとあれ好きやからすっごい涼しい、超涼しい。浴衣の生地やからとにかく涼しい。でこのちょっと踊りの浴衣、盆踊りのなんかすごい良くない？ここ真っ白でここだけちょっと模様があって、後ろも見てみて、なんかいいような気がする。なんかめっちゃ可愛いような気がする。それでもしちょっとね、あんまりサイズ大きくないのだから、もうちょっとサイズ横に出したい人はここの縫ったら一応ちょっと横に1センチずらすとか2センチずらすとかやったらもうちょっと大きくなるかも。私どれぐらいなんだろう、レディースで L サイズぐらいかな。
でこんな感じゆったりできています。でちょっと細身の人は内側に1センチとか縫い代ちょっと入れた方がいいかも。あとでここがねちょっとツンってとんがってしまったの、斜めにパッツンってやっちゃったから。だから皆さんやる時はここ縫う時肩斜めに切ったじゃない、こうパツンって切るんじゃなくてこうなだらかにカーブつけた方がいいような気がします。気にしなかったらそのままパツンって切ってください。こんな感じです。いかがだったでしょうか。最後まで見ていただいてありがとうございます。今日の浴衣はとても面白かったのでみんな捨てないで置いといてください。今日はブラウス作りました。次はスカートを作ります。その次はなんかショルダーバッグかなんかサコッシュみたいなのを作りたいって思っています。なかなかいいと思います。よかったらチャンネル登録していただけると嬉しいです。いいねボタンを押していただけると頑張れます。これからもどんどん楽しいものを作っていきたいと思います。一貫張りのリアンでした。一貫張り最近やってないけどね。ありがとう。動画で学ぶ一貫張り講座を始めました。 YouTube ではなかなかお伝えできないことや細かなコツやポイントをお伝えしています。リアンの講座には基礎ののり編と応用ののり編があります。まずは基礎ののり編です。講座には一貫張りのバッグがすぐに作れるカゴバッグ材料セットと一貫張りのためののりや柿渋のついた初めてセットがついています。お好きな時間にご視聴期間なら何度でもご覧いただけます。詳しいことは動画の概要欄にリンクがありますのでご覧ください。合わせてリアンとリモートで学べる初めての一貫張り講座も不定期で開催しています。一緒に一貫張りを楽しみませんか？